こんにちは、れこです。今回の動画は愛用している読書グッズと読書ノートの書き方です。前回の動画で読書ノートの書き方について少し触れたんですけど、最近読書熱がとんでもなく高まっているので、さらに深掘りしてご紹介したいなと思います。最初に愛用している読書グッズをご紹介して、その後に改めて私の現状の読書ノートの書き方についてお話ししていきます。文房具が好きな方って本とか読書が好きな方も多い気がしているので、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは本編スタートです。愛用している読書グッズ、まず一つ目がこちら、鉛筆です。鉛筆は何に使っているかというと、こんな感じでこの自分が本を読んでいていいなと思った文章のところに線を引くために使っています。まずこの鉛筆本体は無印の 2B の鉛筆を使っています。無印の鉛筆は元はこれぐらいの長い鉛筆なんですけど、これだとちょっと読書中に使うのに私は長いなと思ったので、半分に切ってトーキンコーポレーションの鉛筆ホルダーにセットして使っています。こうするとね、なんか長さもちょうどいいし、クリップがついた鉛筆ホルダーなので、本の表紙とかにこうやって挟んでおくと鉛筆が転がってどっかに行っちゃったりしないので便利で使っています。で、しかもこれね、後ろに消しゴムもついてるので、線を消したいなっていう時もすぐ後ろの消しゴムで消せるようになってるので便利です。で、鉛筆なので鉛筆削りも合わせて使っていて、無印の鉛筆削りを使っています。普通のね、鉛筆削りってこう削ると削りカスがこうブワーって出てきちゃうと思うんですけど、この無印のだとケースみたいなものが一緒にセットになってるので、削りカスが飛び散らないし、出先でもね、鉛筆削れていいなと思って使っています。本に直接書き込むのって昔はすごい抵抗があったんだけど、韓国の文房具好きな方とか読書好きな方のインスタグラムとかあと YouTube とか私よく見るんですけど、韓国の人たちってすごいこの本に直接書き込みっていうのをめっちゃしていて、でその中でもその線を引く時に鉛筆を使われてる方がすごく多くて、でなんかその様子を見ていて素敵だなと思って真似するようになったんですけど、意外と書いてみると、まずこの書籍の用紙に鉛筆で線を引くっていう時のそのなんか手に伝わってくる感覚がすごく良くて、ボールペンとは違う鉛筆ならではの書き心地みたいなものが意外とハマってしまって、本を読むのだけでなく線を引く楽しさみたいなのもあって余計に読書が楽しくなったなと感じます。本って言ってみたら量産されたものじゃないですか。でもこの自分が気に入った部分に線を引くことによってこれ他にない自分だけの唯一無二の本になるっていうのが、物としての本自体にもすごくより一層愛着が持てるようになったので、もしねまだ本に直接線を引いたり書き込みをするのをやったことない方はちょっと一回試してみてほしいです。文庫だと結構お安めの価格になっているので、一回試しに線引いたりしてみて、やっぱりちょっと自分にはこのやり方合わないなと思ったら、もう一冊ね、新品の本を買って綺麗に保管するみたいなこともしやすいと思うので、一度ね、文庫で最初はお試しいただくのがいいのかなと思います。というわけで、読書グッズ一つ目は鉛筆と鉛筆削りでした。続いて愛用している読書グッズ2つ目が甘味堂のココ付箋です。先ほどのね本にも実際にたくさん付箋が貼ってあるんですけど、私が使ってるのはココ付箋の中でもクリップがついてるもので、付箋自体が細長いタイプのものですね。これを愛用しています。ココ付箋のいいところはフィルムタイプの付箋なので、長時間貼りっぱなしにしていても付箋自体が折れたり破れたりしづらい、その耐久性があるっていうところがまず気に入っているポイント一つですね。で、あとはクリップタイプだとこんな感じで本の表紙に挟んで使うことができます。付箋が入ってるケース自体に貼って剥がせる両面テープみたいなものがついてるので、クリップがなくても直接貼り付けることはできるんですけど、剥がした時にベリって
紙が一緒に剥がれちゃったりとかして本を傷つけてしまったら嫌だなっていうのと、あとは私はたまに図書館で本を借りたりとかもするので、借りた本だとね傷つけてはいけないっていうのがあるので、クリップタイプのものを使っています。あとはココ付箋の細長いタイプだと長さがちょうどいいんですよね。前はこういう短いタイプも使ってたんですけど、これだと短いから、例えばこの4行目の文章のところに付箋を貼りたいんだけど、短いと余白があってピンポイントで貼り付けるのが難しいみたいなのがあるんですけど、細長いタイプだとピンポイントでこの行っていうのが指定しやすくて、それが良くて使っています。で、あとは、ココ付箋は結構カラーバリエーションも豊富なので、本の表紙とこの付箋の色を合わせてコーディネートして使うっていうのも楽しみの一つになっていて、好んで使っています。ちなみにココ付箋の色と本の表紙を合わせてコーディネートするっていうのは、私が大好きな韓国のスリンさんっていう Vlog を YouTube に投稿されてる方がいらっしゃるんですけど、その方が Vlog の中で紹介されてた方法ですごく素敵でいいなと思ったので真似させてもらいました。というわけで愛用している読書アイテム2つ目がココ付箋でした。愛用している読書グッズ3つ目がこちらのしおりです。これは自分でかぎ針で編んだものなので、特にこだわりっていうのはないんですけど、私は普段併読何冊も同時進行で読むってことあんまりしないので、今のところはしおり一つで足りてるんですけど、本の表紙のデザインとか、あとは内容に合わせてコーディネートしたりするのも楽しそうだなと思うので、欲しいものがあればね、しおりも今後ちょっと買い足したいなとは思っていますが、今のところはこの自分で編んだしおりを愛用しています。愛用している読書グッズ4つ目がうかんむりクリップです。これはね、使ってる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、本を読み終わった後に線を引いた箇所をノートに書き写すっていうのをやってるんですけど、その時にこのうかんむりクリップを使っています。ページを開いた状態でこうやって挟むと自分の手で押さえていなくても開いたままになってくれるので、この状態でこうノートに書き写すっていう風に使っています。他にも似たような本とか、あと教科書とか閉じないようにするためのクリップっていうのはたくさんあるんですけど、一つ持っておくと便利だなって思います。で、あとうかんむりクリップはそれこそさっきみたいにこうやって開いた本の上の部分をこうやって挟むのが通常の使い方なんですけど、例えば本の読み始めとか読み終わりで左右のページに差がある時はこっち側を止めるんじゃなくて、このページ数が少ない方のこの端っこをピッて止めると、こんな感じでいい感じに開いたままになってくれるので、結構私はこういう使い方もしています。クリップね、本当に一つあると便利なので、すごくおすすめです。愛用している読書グッズ5つ目はタイマーとして使っている iPhone です。今ね、この動画を撮影するのに使ってしまっているので実物をお見せすることができないんですけど、私は読書をするときに毎朝20分間っていう風に時間を決めて読書をするようにしています。なのでその読書をするときは必ずタイマーをセットして本を読むようにしています。時間を固定することで習慣化しやすいっていうのがあると思うんですよ。私の場合はフリーランスで働いているので、平日と土日の区別っていうのがないんですよ。なので例えば休日にまとめてバーって一気に本を読もうみたいな感じよりは、毎日少しずつ読み進める方が時間が確保しやすいというか、生活スタイルに合っているなと思っているので、このやり方で読書をしています。ただ今は iPhone のタイマーを使っているんですけど、できればね、スマホの使いすぎをやめたいなっていうふうに思っているので、タイマー機能のある時計っていうのもちょっと購入を検討しています。なのでもしおすすめの時計とかあったらぜひぜひコメントで教えてください。愛用している読書グッズ、最後は読書ノートです。
私はこの2種類使っていて、まずこれは私のメインというかこれしかないんですけど、M5 サイズのロロマクラシックというシステム手帳ですね。でこのシステム手帳の中に自分で読書リストっていうのをリフィルを自作していて、それを挟んでいるんですけど、私は年間で何冊本を読むっていう目標を立てているので、どれぐらい本を読んだのかっていうのが分かりやすいようにこのリストを使っています。両面印刷にしていて、最大で50冊まで本のタイトルが書けるようなリフィルになっています。これとね、全く同じではないんですけど、ほぼほぼ似たようなフォーマットの読書リストっていうのを私のノートのアカウントでテンプレートを無料配布しているので、もし気になる方がいらっしゃったら概要欄からリンク飛んで見てみてください。で、もう一冊読書の記録に使っているのが MD ノートライトの文庫サイズです。さっきご紹介した通り、本の気になった内容の部分に線を引いているので、そこを書き写したりとか、あとは自分が1ヶ月間でどれぐらい読書をしたのかっていうのがわかるように記録をつけています。MD ノートライトはね、薄型で、かつこの文庫サイズ、小型なので持ち運びしやすくて、出先でも読書ノートが書けるのがいいなと思っています。最後にこの MD ノートライトの中身を具体的に詳しくご紹介しようと思います。まずこの読書ノートはね、私はちょうど今月2026年の3月から使い始めたんですけど、まずこの一番最初のページに3月のこの1ヶ月間のカレンダーを印刷しています。カレンダーのフォーマットは自分でイラストレーターっていうデザインアプリを使って作ったんですけど、前回の動画でも言ったんですけど、 MD ノートライトのいいところはホッチキスで2箇所パチンパチンって止めてるだけの中閉じ製本なので、ホッチキスをね1回外すとページが全部1枚ごとのバラになるので、バラの紙になった状態で直接ページに印刷ができるっていうところですね。印刷したカレンダーにはスタロジーの 5mm サイズの丸シールを使ってこの何月何日から何日までどの本を読んだっていうのが分かるように記録をつけています。先ほどお話ししたように、私は毎朝20分間読書をするっていう風に習慣づけているので、このカレンダーでね、何日から何日まで読んだっていうのが分かれば、おのずとだいたい1冊読み終わるのに何時間ぐらいかかったみたいなのが計算で分かるので、自分の1ヶ月読書に使える時間から逆算して、じゃあ今月はこれぐらい本を買おうかなみたいなのを、お金的な予算だけじゃなくて時間的な意味でも計画が立てやすいっていうのもあって、こういうふうに記録をしています。でちなみに丸シールがね、さっと取り出して使えるように裏表紙のところに自分でポケットを作って、この中に丸シールちっちゃく切ったものを入れて使っています。でカレンダー以降のページに本を読んで気になった文章を書き写すようにしています。このメインで使ってるのがジュースアップの 0.4mm のブラウンのインクを使っています。であとはこのマーカーを引くときは、私はパイロットの綺麗なを使っています。書き写しをするのは本を読み終わってから数日後にしています。前回読んだ時は気になったけど、日を改めて読み返してみたら、そこまで書き写すほどでもないかなみたいな文章が、いくつか出てくるって時があるので、一旦そこで時間をちょっと置くことによって改めて読み返しても書き写したいぐらい自分の心に刺さった文章かなっていうのを精査するために、すぐに書き写すんじゃなくて数日後に書き写しをするっていう風にしています。あとは文章を書き写した後にこういう空いてるスペースにちょっと自分が気になったこととか感想がその時何か思い浮かんだことがあればメモしていくようにしています。
ここのまだスペース空いてるんですけど、詰め詰めに書かないで、別の本はまたページを改めて書くっていう風にしています。スペースが空いてるとね、また改めて読み返した時にまた別の感想を抱くことってあると思うので、その度に空いてるスペースにまた感想を書いてもいいなと思って、詰めて書かずに開けて書くっていう風にしています。ということで、以上が私の愛用している読書グッズと読書ノートの書き方でした。このチャンネルは今まで M5 システム手帳に特化した動画を投稿してきたんですけど、これからは手帳だけじゃなくて、その周辺の文房具とか本についても合わせて発信していきたいなと思っています。なんでかっていうと、私とライフスタイルとか、あとは好きなものとか価値観が似ている方の方が、私の発信している M5 システム手帳の使い方と相性がいいと思うからです。手帳の使い方って本当に人それぞれなので、合う合わないっていうのが絶対あると思うんですよ。でも私と価値観が合うとか好きなものが似ている方っていう方が、私の手帳の使い方とは絶対相性がいいと思うので、手帳の使い方、情報だけでなく私自身のことも少しずつ発信していけたらいいなと思います。というわけで、過去の動画も含めて私と何か似たものを感じていただけたら、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。また今回ご紹介したアイテムは概要欄に詳細をまとめているので、もし気になるものがあった方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画で。バイバーイ。